前回の復習、膨らむには空気、つまりガスを作ることが必要でした。それを科学的に作りましょうという回です。化学編を始める前の今回のポイント、液性についてです。ここにブルーベリーがあります。ちょっとこの汁を潰していきたいと思います。ブルーベリーを潰して、それに水を入れています。一旦こしますね。これを3本の試験管に入れていきます。はい、片方にはレモン汁を、片方には重曹を入れます。どのような色になるでしょうか。考えてみてください。ブルーベリーにはアントシアニンという色素が入っていて、このような色になっています。レモン汁を入れると酸性になります。さてどうなるでしょうか。で、こちらの方は重曹を入れます。レモン汁を加え、酸性にすると赤っぽくなり、アルカリ性である重曹を加えると緑に変化しました。水は中性です。リトマス試験紙も変化なしです。酸性になるとリトマス試験紙は赤、アルカリ性になると青になります。中学や高校になると pH や元素記号を習いますが、 pH の正体は H イオン、水素イオンですね。アルカリ性の正体は OH イオンであることが多いです。膨張剤として売られているものには重曹、ベーキングパウダー、イスパタがあります。重曹は炭酸水素ナトリウム NaHCO3 です。加熱することで炭酸ナトリウムと二酸化炭素、水ができます。炭酸ナトリウムは匂いと苦みがありますので、入れすぎは禁物です。これを改良したのがベーキングパウダーになります。重曹に酸性の誰か酸 X 除剤が入っています。この誰か酸と反応して中性の誰か酸と二酸化炭素、水ができます。一般向けのものにはこのように第一リン酸カルシウムです。保管中に2つが反応しないように遮断剤としてコーンスターチが入っています。この酸性の第一リン酸カルシウムはどの温度でも炭酸ガスが発生します。一般には最近売られてませんが、ベーキングパウダーでも蒸しパン用と焼き菓子用があります。蒸すときは沸騰した水蒸気ですので100度ですね。100度で炭酸ガスが発生するよう酸性の誰か酸を変えています。焼き菓子用は180度ぐらいでガスが発生するような酸性の誰か酸になっています。重曹は加熱しないと反応しませんので、生地を作って焼くまで寝かすようなものを使います。逆にベーキングパウダーは生地が出来上がったらすぐにオーブンに入れてください。置いてしまうとガスが発生し抜けていってしまいますので膨らみませんですね。重曹はアルカリ性でしたね。pH8.5 です。小麦粉に含まれるフラボノイドはアルカリ性になると黄色くなります。和菓子によく使われます。ここにあるどら焼きもそうですね。残念ながら膨張剤として書いてないんですけれども、開けてみます。中が黄色く表面が茶色で濃いのは重曹のアルカリ性の影響です。このような色にしたいときは重曹なんです。逆に白っぽく仕上げたいときはこのイスパタが使われます。重曹の他にガス発生剤として塩化アンモニウムが入っています。この2種類入ってますので、膨
膨らませる力は強く、水に溶かして使います。今回はご紹介だけにします。ちなみにカルカンや常用まんじゅうは大和芋に空気を含ませて物理的に含ませているものが多いです。お好み焼きに長芋を入れてふわふわになるのも同じ原理です。ではチョコチップマフィンから作っていきましょう。このようなカップケーキ型がある方はこのようなグラシン紙だったり薄い紙型を入れて準備 OK です。ない方はこのようなしっかりした紙型があれば十分です。今回は化学反応でガスを発生させますので泡立て器ではなくお箸3本で混ぜていきます。まず薄力粉 120g、 ベーキングパウダー 3g ですね。これに重曹 1g を入れてかき混ぜておいてください。別のボウルに卵1個を入れます。この中の白身も全部出してくださいね。かき混ぜます。2本離してやる方がきれいに切れます。こう混ぜ1個でしてしまうとただ回ってるだけできれいに卵白がほぐせません。これに砂糖 70g を入れます。かき混ぜます。プレーンヨーグルト 100g 入れます。かき混ぜます。ここに牛乳 50g、 サラダ油 50g も入れます。かき混ぜます。混ざりましたらふるいながら粉を入れます。そしたら3本でぐるぐる混ぜていきます。こんな風に3本の細い棒でする方が粘りとかダマにならなくなる場合が多いですので、これで十分かと思います。そうしましたら、チョコチップ 50g 入れます。でまた
ぐるぐる回せばこれでもう出来上がりです。あとは型に流し入れますね。180度に予熱したオーブンで焼き色がつくまで焼きます。15分から20分ぐらいです。焼き上がりました。今回は大きなものもありましたので25分焼きました。このように色が濃いですね。一つを割ってみます。こんな風に中身も濃い色になるの分かりますかね。では次にマクロビ風フルーツケーキを作りましょう。漬け込みフルーツはご自身で好きなドライフルーツでシロップ漬けすることもできます。砂糖対水を30から100対100で鍋に入れ沸騰させてドライフルーツをつけてしばらく置いたら出来上がりです。お好みでブランデー漬けやワイン漬けもできます。私はこのイチジク赤ワイン漬けに常にしています。今回はこのフルーツミックスを使います。バナナはこのようにシュガースポットがいくつかできているようなものの方が熟していて美味しいです。小さめのバナナ2本を洗って皮ごと焼きます。200度に予熱したオーブンで15分ぐらいです。このように洗って拭いたバナナをクッキングシートの上に置いて200度で15分焼きます。ちょっと焼きすぎてしまいましたが真っ黒になるまで焼いてください。10で結局25分焼いてしまいました。真っ黒になるまで焼く理由はですね、甘くなることと水分を飛ばしてより濃い味にしたいからです。皮を剥いて取り出しました。クッキングシートに残っていた汁も全部入れてます。そしたらこれを潰していきます。ここに砂糖 40g を入れます。45g ですね、ごめんなさい。まだ熱いので溶けていってくれます。ピューレ状になったらオイル 20g を加えます。薄力粉 100g とベーキングパウダー 4g ですね。これを混ぜ合わせておきます。この粉の半量をまず入れます。で、ふるいます。物理変と違って泡を作ってはいませんので、特に気にしていただく必要はないです。特に粘りを出さないようにするぐらいでいいかと思います。混ぜ方に気を使う必要はないです。漬け込みフルーツを混ぜます。混ぜます。残りの粉とラム酒 5g を加えます。
は混ぜるだけです。今回は科学の力を使ってますので、とにかく混ぜるだけです。粉っぽさがなくなったら流し込むだけです。こんな風に混ざりましたので、型に入れていきます。真ん中をへこましますね。これで180度に予熱したオーブンに入れ、18分から25分焼きます。焼き上がりました。焼き上がりはこんな感じになりました。昔ブルーベリー入りのホワイトチョコチーズケーキを焼いて冷まして冷蔵庫に入れようとしたところ、緑色のものがありびっくりしたことがあります。すぐに青カビと疑いましたが、よく考えてみるとカビが生えるには早すぎると考え、あっと気づきました。ブルーベリーのアントシアニンがアルカリ性で緑色になったってことだって気づいたのです。その後、他の自治体の苦情にもよくあるみたいで、レモン汁でもかければ色が赤くなるのですぐに理解されます。カビが生えるには時間が必要です。ある和菓子屋さんがイベントで常用まんじゅうを大量に作らなきゃいけなくて、十分に冷まさず包装して出荷してしまいました。翌日には黒カビの斑点だらけになって苦情です。よく冷ましてからでないとパックしてはいけないのはなぜでしょう。微生物が生きるには水分が必要です。この微生物が利用できる水分がどれぐらいあるか測る指標として水分活性があります。水が1です。砂糖や塩、板チョコなどは水分活性がほぼなく、食中毒菌はもちろん、より水分活性が低くても生えるはずなくカビさえ生えません。和菓子屋さんは十分に冷まさないことで水分活性を上げてしまったのです。私、合成の着色料とか食べないのという真っ赤な口紅をしたご婦人がおられました。なんでやねんと心の中でツッコミを入れてました。作る時のポイントを知ることで食品表示も理解できるようになるかと思います。安全なものとはを知識で理解しましょう。食中毒菌は匂いや味では分かりません。このチャンネルではなぜから始まるお菓子やパンの作り方を紹介していきます。次回は膨らむ不思議生物編として田舎パンを作ります。いいじゃんと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。